僕が盆栽を始めた当初からずっと憧れていた種類で、獅子頭もみじという種子のもみじがあります。最大の魅力は特徴的な葉っぱなんですけど、葉が縮れて、獅子の巻き毛のように見えることから獅子頭もみじと言われている木なんです。ずっと憧れていたこの獅子頭もみじなんですけど、国内外問わずに生産数が少ないのと非常に人気の高いもみじなので、僕もなかなかこれはっていう一本にお目にかかれずに来たんですけど、先日小梅園さんにお邪魔した時にたくさん生産されているということだったので、今日は自分の中のベストな一本が見つかればなと思ってお邪魔したいと思います。これがみんな接ぎ木苗なんだけども、苗木の山もみじの部分、これはいらないから取っちゃうんだけど、でここを育てて3年ぐらいすると、これで3年ぐらいするとこうなる。取り木を前提で作ってるからこういう腰高で作ってるんだけど、ここで頭を切っちゃってこうやってミニにする人もいるし、このまんまここまでちょっと作ってこういうふうに取り木をする人もいるし、獅子頭って言われてるので世間で普通に出回ってるんだと、お獅子と目獅子ってあって、多少よく比べると葉っぱのこの縮れが強いのと弱いのと、あと庭木なんかにするとよくわかるんだけど、お獅子っていうのが立ち小なんですよ。枝が上に少しこうふわっと上に立って、で目獅子っていうのは少し横にこう這うような枝つきになる。庭木にすると古くなると感じいいんだけど、なんとなく庭木のフォルムにするとちょっとあんまりお獅子のがかっこいいね。だけど盆栽するとどっちがいい悪いじゃないんだけど、うちは盆栽にするには目獅子の方が合ってると思ってて、うちは目獅子を横に広がるん使ってですね。る、枝がこう横にね。後の木とか見ると、できた木見るとよくわかるんだけど、でさっきの苗木を鉢に上げて曲付けしといたのがこれ。基本はこれを、畑に入れるの。で獅子頭は他の木よりも太りが悪い分癖がつくのが遅いのね。なんでこれ結構針金傷こうついてるんだけど、いずれは白くなると消えるんだけども、この針金傷がねつかないぐらいのうちに外しちゃうと曲が戻っちゃうんで、この針金傷は残っちゃうけど長めにして、で太らせて肌がこう白くもみじってなってくるじゃない。その時にこう消える形になる。これがさっきの苗木を曲をつけて畑植えて3年経ったやつで、これを畑でっていうかこういうふうに切りながら、こうやって形をして、また来年こう伸びてきたらこういう形になるね。はい、もう繰り返していくんですね。ってことは最初に継いでからここの段階までで何年経過してるんですかね。接ぎ木っていうのは接ぎ木した苗を作るのに1年かかってるのね。はい。でそれをポットにあげて1年、癖をつけて1年でポットで3年で4年目に畑に入れて、4年で7年、これから見てもらうそのできたやつは7年で今年が8年生。8年生でやっぱりこれもこういうふうにさっきよりもっとちっちゃく詰めていってね、こういうふうに、これはちっちゃいからこの寸法に合わせて枝作りしちゃうと今度は間延びしちゃうので、できれば一節本当に短くこう、将来使うのって多分取り木するとここしか使わないから、そこの下使わないですよね。少しこう短くね。
でさっきの曲付けして畑に植えてあったのを掘り上げたのがこれ、まあ、畑から掘ったやつを切り込んで作ったのがこんな感じ、でこっから今度は細かい枝に鉢で作っていく。例えばこれって取り木をしないでこのまんまいっても、最終的にそのついでる部分っていうのはもう分かんなくなっちゃうんですか？もう一体化して。さっきの苗木だからこんな頭がこんだけしかないから苗木もこんなあってバランス悪かったけど、これなんかもう分かんないでしょ。ここでついてあるんだけど若干ここが山もみじなんですね。そうもう一体化しちゃってますね。でまあこれはたまたままあちょっと低かったけど、例えばこの辺のこれだとこの辺が境かな。こっちの方が分かりやすいかもしれない。これ分かりにくい。でも言われてみればここでさ10センチ近くあるじゃない。で苗木がこの頭っていうのは5センチぐらいしかなかったからバランス悪かったけど、ここまで伸ばしちゃって太らしちゃうとそんなに分からない。でも嫌な人は畑で作った根だからやっぱり鉢とかで作った根よりは荒っぽいから、この根で綺麗な粘りを作ろうと思うとちょっと大変なので、みんなこのサイズでもいいからこの山もみじの部分とかこういうふうにね、こう取り木して地根のこうやってこういう取り木してこういう木を作ってもいいし、ここで取り木をしてこのサイズの30センチの木を作ってもいいし、割と取り木をして根は作り直す人が多いよね。どうしても畑の根っていうのはね綺麗な粘りを作れない。でもこんなんでやっても面白いでしょこれ。これを鉢にあげるんだけれども、まあ、赤玉であげる時には必ずもうやり方はいろいろだけど、やっぱりグラグラしてると生育が悪くなっちゃうので完全固定しないとなんですよね。固定しなきゃいけない。でそれ通常皆さんやってるのはこうやって針金で固定するやり方と、でうちなんかが数やる時には針金でこれやるのってちょっと時間もかかるし、後で今度植え替えしたりする時に針金を切って抜いてとかって作業があるでしょ。それがねちょっとね数たくさんやるにはね効率悪いですか？効率悪いんで、別にどういうやり方だろうが関係ない。ただ後で商品として紐だと目立たなかったり鉢がポンって抜けたりしないから、こうやってみんな体裁いいからこうやってやるんだけど、これの方が俺はあんまり針金で留めるのあんまり好きじゃない。まあああいう浅鉢入れたいね、そういうのはもうしょうがないからやるけど、で最初のやつの時にはあんまり下にゴロ土を入れずにみじんを抜いた赤玉、うちは単葉、あんまりでかいのじゃなくて、ね、植え替えした時っていうのはここから骨がいっぱいあるじゃない、はい、だからあんまり根っこを荒っぽくはできないんだけど、ここには骨がないので固定しづらいですもんね。固定しづらいのと、こういう隙間がこう粗いのがいっぱいあるから、ちょっとね多めに土を入れて、で上からぐず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 っと下の隙間に入るように、でこれが細かい根だとこう持ち上がっちゃうじゃない、はい、で持ち上がるほどの根がないから埋めちゃう。で、まあこれは別にどんな木でも同じだよね。固定をして、でここにうちは単葉でやる場合、これ竹炭、もうこれはまぶす感じ、その赤玉にこう混ぜ込むというよりも鉢の中にいる感じですか？肥料とはまた違う感覚だけど、こうやって中に混ぜ込んで、でこれでまたつっつくと散らばるから。何でしたっけ、微生物がいい微生物が繁殖するのと、やっぱり水はけじゃないけど、要はカステタみたいなもんだから、根腐れしづらくなる。
でこうやった後にちょっとこうやって粒子を落ち着かせてあげるともうしっかりと。でこのやり方とでこの根がもうできちゃってるやつはどっちかっていうと針金の方が有効なんだけど、まだこういう状態のものこういう状態の時はで特に赤土でやった場合針金よりもこっちの方が有効かな。でさっきもこの周りの土のないところはいくらこうつついてもいいんだけど、この根っこの隙間のところとかは軽くこういう感じでしっかり押さえて、今ちょっと下がうるさいけどね。でこれでね意外としっかり入ってる。すごいね。本当だ。動かないですね。その後麻紐、これだと数たくさんやった時何がいいかというと、紐で押さえてもビニールじゃないから自分がこの紐が腐ってくれる。だからほどかなくていい。あ、もう切れちゃうんですね、自然に。そう半年ぐらいすると麻紐だから。その切れた時にはもう根が回ってて、でこれは見栄えは良くないけども家で栽培している間はこれで十分で、これだとこんな重たい鉢入ってて根なんかなかったじゃない、でもこれ持ってもこうしてあっちじゃまずいですもんね。このぐらい鉢で針金でやったのとそんなに変わらない。本当だ、全然違う。要は固定されてる。木が固定されててフラフラいつもしてると白根が出た時伸び出さないけども、こうやって針金にしろこれにしろ固定されれば白根がスーッと伸びてってくれるんで活着がいい。まあ要はそれだけの差で見栄え良くしたくて針金でやる人もいるし、後の管理、特にうちなんかは後の管理が面倒くさくないようにこういうんでやるのもいるし、でこうやって枝を2年ぐらい後作ってからどっかで取り木をしたければ取り木をする。取り木をするまでの間にとりあえずはこの根っこの座でこうやって植えたけども、よく見てってもしかしたら角度的にこうがいいなとか、こうがいいなとかで、取り木した時って例えばここをね仮にだけどこういう角度で取りたい時に、このまんまの角度でこういうふうに斜めに皮をむいて取ったら根は横に出るからだんだんの根っこになっちゃう。こう取りたい時はちゃんとこういうふうにして皮をむいてあげないと横に根って出るから。だからこれはね根が2年やってる間に根が回るじゃない。そしたらちょっとこうハス掛けにしてこの取りたい角度にして取ってあげれば平らな根が出る。しっかり濁り水出ないぐらいみじんを抜いてあげて、これをこのサイズのまんま作るっていう目的か、20センチの木にするとかってなるとこういう木がね、かっこいいじゃない。他の木と違ってもう完全に仕上げるような曲をつけてないから、出来上がった時点で枝もどっから吹くとかね、でどういう風な出来栄えになるか分かんないから、確かにできたやつのいいところを取ってあげる。これをじゃあこれにします。はいはい。ちょっと時間かけて将来を見据えて作っていきます。